さて今回はミートパイを作っていきます。ミートパイ作るの初めてでして、とりあえずうっすらと作り方を調べて、本当になんとなく作っていきます。そんなにややこしいものではないので、これ冷凍パイシート使います。スーパーに普通に売ってるやつですね。で、以前使った玉ねぎの残りが半分ありましたので、それを使っていきます。これみじん切りにしていくんですけどもね、ミートパイにちょっとした憧れがありましてですね、ミートパイというかパイですね、映画に出てくるパイにちょっと憧れがありましてですね、そもそも私と映画の中のパイの出会いはですね、有名な映画スタンドバイミーをですね、私、おそらく小学校4年生か5年生ぐらいの時に初めて見たんですけど、そのスタンドバイミーの中でその中で出てきたのはミートパイじゃなくてブルーベリーパイだったと思うんですけど、そのパイの早食い選手権みたいなのが町のお祭りで行われてまして、そこでね、子供たちがパイをうわーって食べるんですよね。その時に初めて映画の中のパイを見たんですけど、そっからこうやっぱりね、こうミートパイみたいなのって割とこう映画の中ではアメリカのお母さんがパイを焼くみたいな、そういうシーンがちょこちょこ出てきて、しめじをみじん切りにしていきます。で、うちのママの作るミートパイは最高よみたいなね、そういうシーンがあったりするんですけど、そんなこんなでね、映画に出てくるパイが美味しそうでね、もともと僕クロワッサンとかも好きで、ああいうパイとかクロワッサンとか歯ごたえのあるねパンみたいなやつが好きなんですよね。でちょっといつかミートパイ作りたいなと思ってたんですけど、ちょっとやっぱりオーブンを使うっていうのが、僕あんまり料理でオーブン使わないもんで、なんだかちょっとこの面倒だなオーブン使うのってみたいな感覚がありまして、ちょっとなかなか作る機会がなかったんですけど、このホットサンドメーカーでもパイが作れるっていうのをネットで見ましてですね、そっかと。オーブンの焼き上がりの感じとは多少違うんでしょうけど、これで作れるんやったら、キャンプでねこのホットサンドメーカーは使い慣れてるんで、これはいいやということで今回挑戦しました。ただこのシートがね、このホットサンドメーカーのこの大きさとね、これ微妙に合わないんですよね。微妙に合わないので、この合わない部分切り落とそうかなとも思ったんですけど、とりあえず今回は、はみ出ている部分を中に折り込んで使うっていう、そういう方法にいたしました。で、これ結論から言いますと、はみ出てる部分は切ってホットサンドメーカーの形に合わせて、具を挟んで焼いた方が良かったなと思います。ちょっと重なった部分がちょっと分厚くなりすぎてしまうというか、全然美味しいんですけど、切った方が良かったなっていう感じはしましたね。で、こじらせパン登場です。これこじらせパンをお買い上げいただいたお客様から、ちょっとこう使ってたらひっついたんですけど、どういうふうに使ったらいいですかっていう質問が、何件か来ましてですね。で、鉄のフライパンの使い方を改めて紹介しますと、
焦げつかないような、使い方。こんな風にですね、まず使う前に油も何も引かずにこの煙が出るまで熱してください。もうテフロンのフライパンとかやとこうやって空炊きすると表面に良くないんですけど、これはもう鉄のフライパンなんでガンガン温めてもらって大丈夫です。でバーって煙が出るんですけど、あれはどうしても空気中の水分っていうのをこの鉄が吸収しましてですね、中にどうしても水分が含まれるんですね。で火をバーッと温めることによって、かけることによってああいう風に蒸発して煙となって出ていきます。その水分を飛ばすっていう作業がやっぱりひっつかないようにするためにも重要なものなんですね。で水分飛ばして油を回して、で油捨てましたね。でこれ油をですね、一旦フライパン温めて一回火を消して油をさっきちょっと入れたと思うんですけど、なんで消したかっていうと、火をつけたまま油回しをしてますと、ちょっとその回してる最中に油がちょっとこぼれた時にどうしても熱々の油がこうコンロの火に引火したりとかもしかしたらする可能性もあるので、一旦火を止めてやってました。はい、でひき肉入れました。これ麻婆豆腐を作る時の要領で、一旦ね弱火でしっかりと炒めていきます。でこれちょっと聞いてください。はい、こんな風にパチパチという音が出たら、しっかりこのね豚の脂から臭みが消えますんで、はい、特にパイなんかはこういう風にした方がいいんじゃないかなと、これはもう完全に僕の判断でそうしております。別に全部ね具材を一気に入れて煮込んでもいいとは思うんですけど、一応私流の作り方ということで、別で玉ねぎ、そしてしめじを炒めます。やっぱり各食材火の入るスピードが違いますんで、ちょっとね今回は何せ初めてミートパイ作るんで一応慎重に2つ別々に炒めております。これもまあ弱火ですね。弱火でゆっくりと玉ねぎがちょっと色変わるまで、これ塩コショウしましてね、これ今ちょっと塩コショウ混ざったやつしかなかったんでかけましたけど、ほんまはもう塩だけでいいと思います。塩かけてねから炒めると味がさらによく出るので、はい、玉ねぎが色がちょっと変わってきて、しめじの水分も程よく飛ばすみたいなイメージですかね。でひき肉合わせます。これ今入れてんのね、ひき肉入れてんのがね、これキャンプで使うシェラカップですね。キャンプで使うシェラカップね、すごいね、案外家庭で料理する時も便利なんですよね。ああいう風に食材を一時的に置いておいたりとかするのにすごい便利です。で、トマトの缶詰、ペーンって跳ねるのが怖くてね、あれ以上蓋を飛ばすことはしませんでしたけど、蓋を外すことはしませんでしたけど、トマトの赤が綺麗ですね。すごい綺麗です。で混ぜ合わせていきます。結構ねひき肉多かったんで、ちょっとトマトの缶詰の量少ないかなとは思ったんですけど、最終的には大丈夫でしたね。これにある程度混ぜまして、でこれだけだとねちょっとやっぱりパンチ弱いんで、ケチャップとウスターソース、これを、味付けに入れていきます。一応ね塩コショウをまたここしまして、もうこの時点で美味しそうですよね。はい、じゃあケチャップ入れていきます。はい、このぐらいですかね。でウスターソース、なんかすんごいたっぷりウスターソース入ってるみたいに今見えましたけど、実はそんなにちょろちょろしか出てませんので、ウスターソースはもう隠し味程度でいいかなと思います。
それでねこの水分を飛ばしながらちょっと炒めるというか煮詰めるというかしていきます。あんまりこれ水分残ったままビチャビチャな感じだと多分パイに包む時にあんまよろしくないと思うので、そこそこ水分飛ばしていきたいですね。いい色になってきましたね。だからもうこれもうミートソース、要はミートソースなのでパスタにも使えますしね、いろんなものに使えますんで。いいですね。さあそしてですよ、こっからです。オリーブオイル引きまして、やっぱどうしてもねこれホットサンドメーカーって普通に食パンでホットサンド作る時でもやっぱねもう本当にね気を抜くとね、油こぼれた。気を抜くとねすぐひっつくんですよ。だからこのひっつかない対策だけはしっかりしておかないと。でこの端っこの部分ですね、はみ出してるところをこうやって折りまして、で接着剤代わりに卵黄をですねこの接着部分に塗っていきます。本当はねハケかなんかあったらよかったんですけどないのでね、スプーンで。でこれねだからこの卵黄を接着剤代わりにするとかもねやったことがないので、本当に大体見よう見まねで大体の感じでやっております。で具の方を入れていきます。このぐらいでも十分だと思うんですけど、一応ねたくさんミートソース作ったのでたっぷりめに入れていきます。この辺もちょっとね探りですけれども、あんまり入れすぎてもね今度閉まらないとかそういう事態にもなると思うんで気をつけていただきたいですけれどもね。で蓋の方をしていきます。蓋がこう同じように端っこをこう折り返しまして、今度こういう風ですね。これで分厚くなっている部分が四方を囲むような形になっています。でこれね本当はこれオーブンで焼く時にはこうやって卵を卵黄をね表面に塗ってこう綺麗にこうね焼き上がった時の照りを出すために塗るんですけど、結果的にこれねホットサンドメーカーで作る場合は表面には卵塗らない方が良かったですね。やっぱり焼いた時にホットサンドメーカーどうしてもこの直接その鉄が当たってますんで、卵がなんかね焦げるというか、なのであんま塗らなくてもよかったですね。でフォークでね端っこのひっついてほしい部分の方でこう圧着していきます。いかがでしょうか。割とねパイっぽい感じのビジュアルになりましたよ。さあここから焼いていきます。こっちにもねひっつかないようにオリーブオイル塗りまして、とにかくひっつかないようにしたい。本当はホットサンドね一度でも焼いたことがある方は分かると思います。すごくひっつきます。すごくひっつくというかもう焦げますんでね、とにかく。だからこれも火も弱火にしてじっくり焼きたいですね。正直ちょっとこれでも火が強かったなと思うぐらいですね。で焼きながらゆっくり焼きながらもう何回も開けて確認しながら焼いていきます。で残ったミートソースこれ保存しておきます。こんなもんもいろんなもんに使えるんでね、もうパスタ絡めたらしまいなんで、こんなんパスタだけじゃなくても別にね
なんかご飯物の上に乗っけてもよし、いろいろ使えると思います。冷蔵庫に保存しておきます。これ何分ぐらい焼いたらいいのか分かりませんが、とにかくゆっくりとパイを焼いていきます。とにかくゆっくりパイ焼いていきます。裏返しながらね、ちょっと見ながら。はい。ほらやっぱりね、卵黄塗ったところがね、やっぱ焦げてるんですよね。だから塗らなくてよかったですね。さあ、焼き上がりました。とはいえ、いい感じに焼き上がりました。これ、最初にふわっとね、中が膨らんでるんですよ、パイ生地がね。でもこう、時間が経つとね、シューッとこう収まってきますんで。いい音しましたね。サクッというね。はい。初めてにしては案外いい感じにできたんじゃないでしょうか。エルさんダメです。エルさん、エル